パンダクッキング羽田空港に参上。これから鹿児島の温泉を巡る旅が始まります。今回のお目当ては鹿児島ならではの文化、家族湯を巡る4日間です。現在時刻は午前6時8分。まだ外は真っ暗ですね。登場登場登場。離陸。富士山中華。険しい地形の山々たち。鹿児島空港に到着しました。最初に夜温泉の予約時間までまだ少し余裕があります。せっかくなので借りたレンタカーで空港近くの嘉例川駅に観光しに行くことにしました。空港を出てすぐ右手に現れたのは巨大な西郷隆盛城。後ろ向き。鹿児島といえばやはりこの人。旅の始まりを見送ってくれているようです。茶畑の広がるのどかな山道を走り抜けます。南国らしいおおらかな景色。やってきたのは嘉例川駅。明治36年に開業した鹿児島県で最も古い木造駅舎の一つです。訪れたのはちょうどお正月の時期。駅には立派な門松が飾られていました。すすけた木の柱、年季の入った天井。現在は災害の影響で終日運転見合わせ中のようです。人の気配は少なく、時間がゆっくりと流れているような、そんな心地よさに包まれます。100年以上この姿のまま佇んでいるなんて、なんだか胸が熱くなります。さて、駅を後にしようとしたその時、なぜここに、駅の横の駐車場にポツンとヤギが一匹。何かをするわけでもなく、ただのんびりと佇んでいます。しばらく見つめ合ってしまいました。これも旅ならではの出会いということで、駐車場へ歩く道すがら、ふと目にとどまったのがこちらの墓地。よく見ると、全体を覆うように立派な屋根がかけられています。実はこれ、桜島の火山灰からお墓を守るための鹿児島ならではの工夫。火山と共に生きてきたこの土地の暮らしが垣間見えます。車に乗り込み、最初の温泉を目指して山道を走ります。その道中、通りかかったのが霧島温泉郷。川沿いにいくつもの温泉施設が立ち並び、あちらこちらから
もうもうと湯気が立ち込めています。温泉大国恐るべし。鹿児島は源泉数約2700本を誇る全国第2位の圧倒的な温泉王国です。そんな鹿児島では貸切風呂のことを家族湯と呼び、生活の一部として根付いています。その発祥地と言われているのが、これから向かう日向山温泉郷。自宅にお風呂がない家庭のため、銭湯に家族で入れる個室を作ったのが始まりなんだとか。さて、今回の旅で1軒目に向かう温泉は、そんな日向山温泉郷にあります家族湯一番絵日さんです。2024年5月にオープンしたばかりの昭和の公衆浴場を全面改装した最新スポットです。この旅では鹿児島県を中心に全8カ所の温泉を巡りますが、驚くのはその泉質のバラエティの豊かさです。クレンジング効果抜群の炭酸水素塩泉や体の芯までポカポカ温まる塩化物泉など、南九州の温泉の奥深さをたっぷりお届けします。そんなこんなで家族湯一番絵日さん到着しました。今回お邪魔した家族湯一番絵日さんにて選んだお部屋はイザナギの湯。イザナギの湯入りました。こちらは日本神話の拝みをテーマにしたモダンでスタイリッシュな雰囲気のお部屋です。エアコン、テレビ、冷蔵庫はもちろん、なんとマッサージチェアまで完備されています。バスタオルは人数分無料で貸し出し、スキンケア用品も充実しているので、手ぶらでゆっくりと温泉を楽しめますね。まずは内風呂。広々としていて、大人6人くらいは入れそうな大きさ。壁には日本神話モチーフのイラストが。続きましては露天風呂。屋根がないので開放感抜群。雨よけのパラソルが用意されているので、雨の日でも安心して利用できますね。改めまして、こんにちは。パンダクッキングです。記念すべき旅の1軒目となりますこちらは、霧島市にあります家族湯一番絵日さんです。東京と比べるといくらか暖かく、すでに漂う南国の香り。これから始まる温泉巡りの旅にワクワクと胸が高鳴っております。さてさて、本日も気合を入れてやっていくぞ。
源泉はアルカリ性単純温泉。お湯に触れた瞬間、そのチュルチュル感に驚きます。ふう、極楽極楽。内湯には寝そべりスポットあり、よっこらしっちゅ。ぷかぷかと心がほぐれてゆきます。パンダクッキング目線はこんな感じです。イラストかわいい。そういえば壁に足し湯ボタンが。貴重な足し湯チャンス押すしかない。出されてる。だいぶ体が温まってきたのでクールダウンを。肌の汚れを落とす天然のクレンジング効果で湯上がりはまるで化粧水を塗ったような質感に。そろそろ露天風呂の方にも入らせていただきます。ふう、最高。そういえばこの施設、車椅子の方も利用しやすいように駐車場からお風呂まで完全バリアフリー。オーナーの優しさを感じるポイントですね。温泉を巡る旅、最高のスタートを切ることができました。お風呂の予約は利用1週間前から公式ホームページにて可能です。皆さんもぜひ極上の温泉体験を楽しんでみてください。ふう、満足満足。さてさて、こちらの施設も十分堪能したところで、次の目的地へと向かう準備を進めます。パンダクッキングの旅はまだまだ終わりません。パンダ探検隊、引き続き次のスポットへ出動します。1軒目の温泉、家族ゆ一番絵にしを堪能したら、すっかりお腹もピコピコ。どこか近くのお店で腹ごしらえとしましょうか。向かってきたのは街中の4そばにあるそば茶屋吹き上げ庵。
出迎えてくれたのは堂々たる構えの建物とゆったりと回る大きな水車。そのスケールに入る前から圧倒されっぱなし。待合室でしばし順番を待ちます。昼時とあって店内は大にぎわい。しばらく待っているとカウンター席に案内されました。まずサービスの煎茶と大根の漬物でほっと一息。注文したのは割りごそばの7段重ね。朝から何も食べていなかったお腹にこれがまた染み渡る。あっという間にペロリと完食です。おそばの後、甘いものが恋しくなり、すぐ隣のイオンにある宝楽まんじゅうへ。ガラス越しに職人さんが一つ一つ丁寧に焼き上げていく様子が見られます。購入したのは黒あんと白あん。車内で早速いただきます。しっとりとした生地に上品な甘さのあん。個人的には白あんに軍配が上がりました。エネルギーチャージも済んだところで、次なる目的地の温泉を求め、車を走らせます。本日2軒目となる温泉は、先ほどお邪魔した恵西と同じ日向山温泉郷にある霧島美人の湯、湯湯庵です。宿泊もできる人気の湯宿にある家族風呂を堪能します。空港から15分ほどの距離。立派な門構え。到着、ワクワクドキドキ。今回のお部屋は内湯が2つの103号室。家族風呂は全11室。部屋ごとに内装も異なっており、何度来ても楽しめます。入りましょう。扉を開けると、そこは旅館のような贅沢空間。無料のタオルやアメニティはないので、自身で用意する必要があります。浴室には趣の異なる2つの湯船が並びます。天窓から日が差していい雰囲気。ボディーソープとシャンプー、リンス完備。あらかじめ自分でお湯を張っておく必要があるので、今のうちに準備しておきましょう。改めまして、こんにちは。パンダクッキングです。本日2軒目。こちらは霧島市にありますゆうゆあんさんにお邪魔しております。いや、和室って心が落ち着きますね。思わず正座してしまいました。ここでも思う存分、ゆっくりと温泉を満喫していきたいと思います。それでは本日も気合を入れてやっていくぞ。
性質はナトリウム炭酸水素塩酸。きれいになりそうな美人の湯とのこと。まずは木のお風呂から入ってみます。ふう、優しい感触が肌に心地よくなじみます。湯気に包まれる癒しの空間。もしお湯が熱ければ自分好みの温度に調整してゆっくり長湯できるのも家族風呂の魅力ですね。クールタイムいただきます。最高、幸せ。続いて石のお風呂へ。こちらもまた風情があります。こちらは体をすっぽりと包み込むコンパクトでなんとも絶妙なサイズ感。まるで全身をお湯にハグされているような心地よさで不思議と落ち着きます。体の芯からじんわりと温まりました。お風呂上がり、お肌が驚くほどチュルチュル。まさに化粧水がいらないと言われる美肌の湯。日向山温泉の底力を思い知りました。心もお肌もピカピカの仕上がりで大満足。家族風呂は公式 LINE やじゃらんからも予約できるようなので、気になった方はぜひ調べてみてください。さてさて、こちらの施設も十分堪能したところで、次の目的地へと向かう準備を進めます。パンダクッキングの旅はまだまだ終わりません。パンダ探検隊、引き続き次のスポットへ出動します。夕飯を後にして今夜の宿がある鹿児島市内へ。ちょうど日が傾き始めた頃、姶良市から鹿児島市へと続く海岸通りに出ると、目の前に夕日と桜島の共演。大きな桜島がすぐそこに。その迫力に思わず息を飲みます。道沿いには名所、親鸞園。
かつての薩摩藩主島津家もまたこの同じ景色を眺めていたのでしょうか。時を超えて同じ感動を分かち合えたようで、なんだかしみじみとしてしまいました。鹿児島市内に入ると、町の向こうにまたしてもどーんと桜島。どこにいても存在感が圧倒的です。駐車場がなかなか見つからず、天文館の街をぐるぐると一周。ふう、やっと良さそうな駐車場を見つけることができました。苦労の末ようやくチェックインです。今回の旅の宿となるのは、ここホテル、鹿児島天文館。お部屋は清潔で居心地の良い空間。荷物を置いたら歩いて天文館へ。アーケード街の発展ぶりにびっくり。しばらく歩いて到着したのはこちらの黒かつティー。鹿児島グルメいただきましょう。注文したのは数量限定の黒カツティ定食。シャクシャクに揚がったヒレとロースのとんかつ。何度もご飯をおかわりしてお腹も心も大満足です。その帰り道、さっきまでにぎわっていたアーケードはしんと静まり返っていました。一っ子一人いない。まるで別の世界に迷い込んでしまったみたいで、これはこれでなんだか楽しい。不思議な余韻に浸りながら、旅の1日目は静かに更けていきました。旅の2日目。早起きして車に乗り込みます。今日目指すのは指宿方面。鹿児島の南、薩摩半島の先端を巡ります。路肩には大きなヤシの木がずらり、この景色だけで一気に南国気分です。市街地を抜けるとすぐそばに大きな海。天気は雲一つない快晴。海面に反射する朝日が眩しい。最高のドライブ日和です。指宿市内に入ると、遠くにポツンと現れる三角形の山。薩摩富士とも呼ばれる開門岳です。山道を抜けると今度は池田湖が見えてきました。九州最大のカルデラ湖。この湖には未確認生物石の伝説があるんです。湖畔には石井くんのモニュメントが。ゆるくて思わず癒されます。石井くんを通り過ぎると、湖畔いっぱいに広がる菜の花畑。開門岳、池田湖、黄色い菜の花。さらに車を走らせ本日最初の目的地へ。指宿市営の当選橋、正面流しです。正直この季節はちょっと、いやかなり寒い。それでもここでしか味わえない体験。行かない手はありません。谷を下るようにお店へと向かいます。施設はまるで自然公園のような作り。
辺りにはひんやりと澄んだ空気。ここは食券制で、注文を済ませてから席に着くスタイル。頼んだのは B 定食。食券を手に空いた席を探します。オフシーズンのはずなのに、席は半分以上が埋まっていてびっくり。B 定食、届きました。こちらはそうめんとマシの塩焼き、鯉が入った味噌汁のような濃いコク、おにぎり2個のセットです。それではいただきます。ただ流れているだけなのに、これが意外と楽しい。そしてそうめんはコシがありつつ、タレが甘辛くて、とっても美味しいです。そうそう、食べていて気づいたのですが、席の後ろに小さな水路があって、なんと鯉が優雅に泳いでいるんです。なんとも心安らぐ眺め。と思いきや、待てよ、この子たちもしかしてこれから食べられてしまう運命なのでしょうか。考えるのはやめておきましょう。食事を終えて池を眺めていると、軒先に小さな鳥が1羽。なんだかうとうとと眠そう。調べてみるとシロハラという鳥だそう。ふっくらと丸いボディがなんとも愛らしい。そうめん流しを後にして次の目的地を目指し、車でひたすら山道を走ります。相変わらず開門岳は雄大なお姿。別名薩摩富士と呼ばれる美しい山陽です。砂蒸し温泉で有名な指宿ですが、今回はあえて砂蒸し温泉には寄りません。本日1軒目のお目当ては、山間にある隠れ家温泉、家族温泉、野々花山です。なんだかとっても険しい山道を Google マップに案内してもらいながら、ひたすら車を進めます。やっと着いた。こちらは緑に包まれた家族温泉野々花山です。土日の昼時でしたが、運よく食入室できました。案内されたのは陶器風呂の艶の湯。離れ形式の個室へ期待が高まります。扉を開けると、そこは旅館のような空間。エアコン完備でお風呂上がりも極楽。お風呂は贅沢な内湯と露天の2種類。内湯は重厚感のある御影石造り。そして露天には美しいような陶器風呂。信楽焼の職人が3ヶ月かけて作った一品とのこと。改めましてこんにちは。パンダクッキングです。本日1軒目、鹿児島県指宿市にある家族温泉野々花山を探検。
料金は土日祝1時間で2200円。この高級感でこの価格、コスパに驚きでしゅ。それでは本日も気合を入れましてやっていくぞ。それでは指宿の名刀をいただきます。お湯は少し濁りのある塩化物芯。実はここ非常に珍しい温泉なんです。人の体液とほぼ同じ浸透圧のため、水分が体に吸収されやすく負担が少ない。つまり体に一番優しい浸透圧なんです。さらに全国的にも希少な弱酸性、肌への刺激が少なく敏感肌の方にも安心。メタケイ酸たっぷりで保湿効果も抜群です。一旦クールダウン。塩の成分がお肌にベールを作ってくれるので、湯上がり後も驚くほどポカポカが持続します。そろそろ露天に移動。青空の下で温泉に浸かれる幸せ。こちらの施設は利用当日の午前9時から電話予約が可能とのことです。気になった方はぜひ調べてみてください。
クールダウン。満足満足、大満足。心も体も芯から潤った感覚です。1時間たっぷり贅沢に過ごしました。さてさて、こちらの施設も十分堪能したところで、次の目的地へと向かう準備を進めます。パンダクッキングの旅はまだまだ終わりません。パンダ探検隊、引き続き次のスポットへ出動します。贅沢なお湯をたっぷり堪能したら、次なる目的地の温泉を求め、車を走らせます。その道中、ふと道端に目をやると、バナナの木のようなものが。さすが南国。指宿の市街地に出ると、路肩には延々と続くヤシの並木。本日2軒目となる目的地は、先ほどお邪魔したののかさんと同じ指宿市にある指宿心の湯さんです。本日の目的地、指宿心の湯に到着。駐車場には無料で入れる足湯もあります。広々とした駐車場が印象的。到着、ワクワクドキドキ。一日中楽しめる施設とのことで期待が高まります。大浴場、サウナ、岩盤浴も備えた大型の総合温浴施設。今回は4種類ある家族風呂の一つ、御影の間へ。扉を開けると、人魚をモチーフにした重厚なブロンズ製のレリーフが目を引きます。タオルはレンタル等自身で用意する必要ありです。これはかわいいアヒルちゃんが待っていました。入りましょう。浴室には御影石造りの重厚感ある湯船が構えます。アメニティが充実していて、女性の方も嬉しいですね。わあ、こんなに綺麗な露天風呂も独り占めできるなんて。内湯と露天風呂、どちらも楽しめる贅沢な造り。改めまして、こんにちは。パンダクッキングです。本日2軒目、指宿市にある指宿心の湯にお邪魔しております。
指宿といえば砂蒸し温泉が有名ですが、こちらも負けていません。ゴージャスな内装の人魚様の前で失礼しまして。いでよ。お風呂で使える貸し出し用のラバーダックとのこと。テンションが上がらないわけがありません。御影石をふんだんに使ったこだわりの特別室です。本日2軒目もゆっくりと満喫していきたいと思います。それでは本日も気合を入れてやっていくぞ。まずは内湯の御影石風呂から入ってみます。寝室は塩化物泉。ナノテクノロジーで超細かく分解されたお湯です。化粧水のように滑らかで肌への浸透力が抜群とのこと。ふう。アヒルちゃんも一緒に入浴。髪のツヤや美肌効果も期待できる嬉しいお湯。お湯はまろやかで肌にシュルッとなじむ心地よい感触。じっくりゆっくり長湯で整っていきます。最高のバスタイムパートナー誕生。御影石の重厚感がなんとも贅沢な気分にさせてくれます。クールタイムいただきます。最高、幸せ。そろそろ露天風呂へ。アヒルちゃんを救出。開放的な空の下、源泉かけ流しのお湯が待っています。指宿の風を感じながらゆったりと浸かる至福のひととき。アヒルちゃんも露天風呂デビュー絵になります。塩化物泉特有のじんわりと体の芯から温まる感覚。疲労回復や冷え性にも嬉しい効能があるとのことです。
クールタイムいただきます。家族風呂は当日でも空きがあれば電話から予約できたので、気になった方はぜひ調べてみてください。体の芯からじんわりと温まりました。心もお肌もピカピカの仕上がりで大満足。さてさて、こちらの施設も十分堪能したところで、次の目的地へと向かう準備を進めます。パンダクッキングの旅はまだまだ終わりません。パンダ探検隊、引き続き次のスポットへ出動します。心の世を満喫したら次なる目的地へ。菜の花畑満開。向かうのは西大山駅。進むほどに開門だけがぐんぐん大きく、その迫力にただただ見とれてしまいます。そして到着。JR 日本最南端の駅、ついに来ました。うわ、これは贅沢すぎる景色。幸せを届けるという黄色いポスト。ちょうど日が傾き始め、開門だけが夕日に染まっていきます。時間を忘れる特別なひとときでした。最南端の駅をたっぷりと味わったら、鹿児島市内へと戻ります。開門だけをはじめ、この辺りの山々や地形はどこか独特、自然の懐の深さを感じる場所です。帰り道、再び池田湖のほとりへ。菜の花が夕日を浴びて、キラキラと黄金色に輝いています。一椎君に別れを告げて指宿を後にします。海沿いのバイパスに出ると、夕日に照らされた桜島がお目見え。何度見ても心を奪われる景色です。バイパス沿いのショッピングセンターに立ち寄りまして、夕食はジャボンラーメンに。注文したのは満腹スペシャルセット。その名の通りボリューム満点。そしてこれがうまい。危うくスープまで飲み干してしまうところでした。すっかりお腹も満たされたので、ホテルへ帰りましょう。と言いつつその帰り道、ついスーパーに立ち寄ってしまいました。鶏のたたきとヨーグルッペを購入。ちなみに鶏のたたきは初挑戦です。売り場にはこんな注意書きが。食肉の生食にはリスクがあります。ちょっと不安になりますが、当たらないことを祈るばかり。旅の3日目、空は少し曇りがち。それでも今日も元気に出発です。
目指すは宮崎県海老名市の宿泊施設十兵衛の宿にある家族風呂です。鹿児島市街地を抜け仙岩園を横目に切りします方面へ。それにしても仙岩園は何度見ても立派な構えです。カーブに差し掛かるとまたしてもドーンと桜島。今日も雄大なお姿。そういえば昨夜の鳥のたたき、どうやら大丈夫だった様子。至って元気でピンピンしています。一安心です。とはいえ油断は禁物。調べてみると、カンピロバクターの潜伏期間は最低でも2日とのこと。まだまだ気は抜けないようです。街中を抜けて山道へ。ツーリング中のバイクの集団とすれ違います。風を切って走る姿はいかにも気持ちよさそう。本日1軒目の目的地は宮崎県海老名市に位置する十兵衛の宿。その宿泊施設内に家族風呂があります。今回は鹿児島からちょっと足を伸ばして宮崎県へ。熊本、鹿児島、宮崎3県の県境に位置する宮崎最西端の町海老名市。町の名前の由来は海老名高原の穂先をエビ色に染めたすすきの景色からなんだとか。霧島近郊湾国立公園を擁する雄大な自然に囲まれた土地です。ただいま向かっている京町温泉郷は宮崎県内随一の浅間州を誇る歴史ある温泉街。島津の殿様や西郷隆盛、愛人、種田山頭家も訪れたとされています。本日の1軒目の目的地、十兵衛の宿に到着。駐車場に足湯ありですね。ささ、入っていきましょう。入り口間違えました。家族風呂の正しい入り口。お宿のフロントで受付をしまし、部屋の札を受け取りました。今回は客室専用の貸し切り露天風呂、銀酒の間へ。中庭に設けられた宿泊者のためのプライベート空間です。扉を開けると、こじんまりとした落ち着いた空間が広がります。スキンケア用品が充実しており、嬉しいです。浴室は一つですが、それがまた秘湯感を高めてくれます。虫よけ用のビニールシートがありますが、それでも景色は一級品。改めまして、こんにちは。パンダクッキングです。本日1軒目となりますこちらは、
宮崎県海老名市にあります十兵衛の宿さんにお邪魔しております。南九州温泉旅シリーズ、ついに初の宮崎県入りです。今日はこちらでゆっくりと温泉を満喫していきたいと思います。それでは本日も気合を入れてやっていくぞ。泉質はナトリウム炭酸水素塩、硫酸塩、塩化物泉、いわゆる三大美人泉質を含んだ美人の湯です。ふう。九州は美人の湯が多いですね。クレンジング効果と保温効果を兼ね備えた肌に優しいお湯。源泉は地下460メートルから汲み上げる源泉かけ流しの天然温泉。さらりとしたお湯が静かに体へと染み渡っていきます。三大美人泉質の力で肌がじんわりとほどけていく感覚。湯気の向こうに広がる山の稜線がなんとも趣深い。ここからは POV 形式で温泉の様子をお届け。源泉ありがたき幸せ。源泉はこの蛇口から出てくるんですね。少々お湯が熱いのでお水で調節してみます。こちらの蛇口をひねって出ましたね。お湯の温度調節 ASMR。そういえば浴槽からの景色をまだお見せしていませんでしたね。どう？パンダクッキング目線の景色をお届け。良きアングルを探すパンダクッキング。どう？蛇口を撮影するパンダクッキング。お湯の温度もちょうど良くなったので温浴再開。
クールタイムいただきます。外気浴をしながらエビの澄んだ空気を思いっきり吸い込みます。雄大な山々を眺めながらの外気浴、これがたまらない。最高、幸せ。素晴らしいですね。寝室には疲労回復や神経痛、冷え性にも嬉しい効能があるとのこと。こじんまりとした空間ながら、気づけば長湯モードに突入していました。体の芯までじっくりと温まりました。湯上がりは肌がしっとりとまとまっている感じ。エビノの山と温泉が織りなす贅沢な時間でした。家族風呂は10名の宿フロントにて電話予約が必要です。10名の湯とは受付が異なるので気をつけてくださいね。はあ、気持ちいいな。九州の人たちはこんな家族風呂が身近にあって羨ましい限りです。さてさて、こちらの施設も十分堪能したところで、次の目的地へと向かう準備を進めます。パンダクッキングの旅はまだまだ終わりません。パンダ探検隊、引き続き次のスポットへ出動します。京町温泉郷のお湯をたっぷり満喫。すっかりお腹も空いたので、すぐ隣にある十兵衛うどんへ。昼過ぎということもあって大盛況ですね。少し待ってカウンター席に案内されます。目の前にはなんといけす。メニューが豊富で散々悩んだ末、注文したのは他の上膳。彩り豊かな小鉢の数々に心が躍ります。美味しくて大満足、お腹もいっぱいです。十兵衛うどんを後にして次に向かうのは正木駅。海老名市の町を抜け、やがて山あいの道へと分け入っていきます。到着したのは板張りの茶色い駅舎。いかにもレトロで積み重ねてきた時間の重みを感じさせます。駅舎の中には訪れた人が綴るノートやセピア色の古い写真の数々。この正木駅、久津線という路線の駅ですが、実はたびたび豪雨災害に見舞われてきた場所。
撮影したこの時もその影響で長らく運転を見合わせていました。そして嬉しいお知らせ、長く運休が続いていたこの路線も2026年6月、ついに運転再開の予定だそうです。再び列車が走るその日が待ち遠しいですね。正木駅を後にし、次なる目的地や竹高原展望台へ。畑の広がる農村地帯を抜け、曲がりくねった山道を登っていきます。道はだんだんと狭くなり、落石注意の看板に険しい山肌。対向車が来たらすれ違えるだろうか。内心ヒヤヒヤしながらのドライブです。と、不意に視界がパッと開け、眼下に街並みが一瞬顔を覗かせます。そして再び森を抜け、ようやく展望台に到着です。展望台はちょっとした公園のよう。合掌造りを思わせる大きな屋根の休憩スペースが目印です。車を降りて、いざ絶景。誰もいない。そして肝心の展望台は残念ながら壊れてしまっていました。ちょっぴりしょぼん。と思いきや、眼下には見渡す限りの大地と連なる山々。街並みまでくっきりと見えます。空は少し曇っていましたが、それがかえって神々しい雰囲気を演出。これはこれで来た甲斐がありました。展望台を後にして、次なる目的地の温泉を求め、熊本県人吉市を目指して車を走らせます。帰りは来た時とは別の道を通って向かいます。ところが、これがなかなかのくせ者。背の高い種式が路肩にびっしりと生い茂っています。カーブも多く見通しも良くない。ここでもし対向車が来たら、とドキドキしながらの運転が続きます。ようやく種式の道を抜け、山道からほっとする住宅地へ。ここは九州山地に囲まれた盆地に広がる九州の小京都とも称される熊本県人吉市。国宝青谷所神社や日本百名城、人吉城など相良藩700年の歴史が息づく町です。そんな人吉で訪れるのは本日2軒目の家族風呂、人吉温泉癒しの森です。人吉温泉癒しの森に到着。人吉インターチェンジからわずか1分という好アクセス。家族風呂専門の施設です。くまモン。土日の昼過ぎにお邪魔しましたが、満室。大人気ですね。浴室は全部で18室。
内湯飲み、露天風呂付き、トイレ付きなど種類も豊富。お部屋が空き次第、受付順で案内されるため、お部屋の指定は難しそうです。車内で待機すること約20分。呼び出しの合図が、意外にもすぐ入れてラッキー。今回は3番のお部屋、倉田家へ。部屋の名前は熊本県内の山の名前がついているとのこと。入りましょう。木のぬくもりが感じられる落ち着いた空間が広がります。重厚な木枠の浴槽に透き通ったお湯が満ちています。内湯のみですが、天井が高くて開放的。改めまして、こんにちは。パンダクッキングです。人吉温泉癒しの森にお邪魔しております。本日2軒目の家族風呂。こちらは熊本県人吉市にある南九州温泉旅シリーズ。今回は初の熊本県入りです。今日はこちらでゆっくりと温泉を満喫していきたいと思います。それでは本日も気合を入れてやっていくぞ。泉質はナトリウム炭酸水素塩、塩化物泉。無色透明、無味無臭の良質な湯は肌をツルツルに導きます。低調性弱アルカリ高温泉の美人の湯です。ふう。木の浴槽がお湯のぬくもりを優しく包み込んでくれます。弱アルカリ性のお湯が肌の角質を優しく溶かしていく感覚。湯上がりは肌しゅべしゅべでしっとり。美人の湯と呼ばれるゆえんですね。体も温まってきたのでクールタイムいただきます。お部屋についている小庭を望みながらリラックスタイム。内湯ながら大きな窓から外気浴できるのもとっても嬉しいポイントですね。最高。
開放的な天井にある天窓からは日が差し込み、ほっこりと心も落ち着きます。人吉温泉には現在50カ所以上の源泉があるとのこと。古くから人々に親しまれてきた歴史ある温泉地です。今回も POV 形式にてパンダクッキング目線をお届け。何時間でも入れそうなくらい居心地のいいお部屋。寝室には疲労回復、冷え性、皮膚干渉症など幅広い効能があるとのことです。体の芯からじんわりと温まりました。九州の小京都で過ごす贅沢な湯時間でした。家族風呂は予約を受け付けておらず、当日来店順での案内とのことです。気になった方はぜひ調べてみてください。さてさて、こちらの施設も十分堪能したところで、次の目的地へと向かう準備を進めます。パンダクッキングの旅はまだまだ終わりません。パンダ探検隊、引き続き次のスポットへ出動します。癒しの森のお湯をたっぷり満喫。まだまだもう一軒寄れそうな時間帯。帰り道ついでにちょっと寄ってみましょうか。鹿児島市にあるカレイ川の湯を目指して車を走らせます。この地域は山々が高く空が広い。高速を走っているだけでその迫力に圧倒され続けます。溝部鹿児島空港インターで高速を降り、しばらく山道を行きます。その道中、初日に訪れたお蕎麦屋さんの別店舗を発見。立派なかやぶき屋根に大きな水車、山の中にポツンと目を引きますね。そしてカレイ川の湯に到着と思いきや、何やら嫌な予感。駐車場は車でいっぱい。止めることすらできません。そうだった。今日は休日。しかもここは地元でも大人気の温泉施設。あてもなくふらりと来てしまったことを後悔。仕方ありません。また明日出直してきます。ホテルのある鹿児島市内へと戻ります。時刻はちょうど夕暮れ時。遠くには噴煙を上げる桜島と
連なる山々の黒いシルエット。空は刻一刻と色を変えていきます。高速を降りて鹿児島市内、市電の線路を横目に鹿児島中央駅へ。堂々たる駅舎の上には大きな観覧車。そのスケールにまた圧倒されます。本日の夕飯はアミュプラザ鹿児島にある天文館無邪気。注文したのはホルモン焼きそばと白熊のセット。ご飯ものとセットの場合、白熊はベビーサイズで提供されます。白熊をうっとりと眺めていたら、ぶどうがポロリ。ハプニングもありましたが、名物の白熊もいただけて大満足。ホテルへ帰って、今日もおやすみなさい。いよいよ旅の最終日。朝の街を少し散歩していると、県立博物館の前にある用水路。そこには色鮮やかで立派な錦鯉が優雅に泳いでいました。朝からなんともほっこり。車に乗り込み、天文館を抜けて海辺を目指します。今日も隊長はすこぶる会長。2日前にいただいた鳥のたたき。カンピロバクターの潜伏期間を乗り越えて、これでようやく一安心です。信号待ちをしていると、目の前を自然が通り過ぎていきます。見慣れない景色はそれだけで非日常感たっぷり。海が近づくと桜島がお目見え。太陽は桜島の向こう側で逆光のシルエット気味ですが、それでも桜島はやっぱりかっこいい。駐車場に車を止めて海沿いの公園を散歩します。まず向かったのは鹿児島水族館の前にある水路。実はここ、全国でも珍しいスポット。水族館に入らなくても、その横の水路で泳ぐイルカを見られるというイルカ水路なんです。ところが、何やら嫌な予感。イルカがいない。辺りを見回すと案内の看板が。見られる時間が決まっていて、ずっといるわけではなかったんですね。時刻は現在8時52分。案内によるとイルカの展示は10時30分から。全然まだまだじゃないですか。昨日に続いて無計画な行動をちょっぴり反省です。気を取り直してすぐ隣のフェリーターミナルへ。ちょうど乗船の真っ最中。車が次々とフェリーに吸い込まれていく様子が見えます。このフェリー、なんと24時間運行しているそうです。桜島と市街地を絶え間なく結んでいます。いつか船に乗ってぐるりと巡ってみたいものです。フェリーターミナルを後にして、駐車場のすぐ近くにあるマクドナルドへ。ここで腹ごしらえとしましょう。海沿いの公園に戻り、桜島を望む絶好のベンチを発見。テイクアウトで注文したのはマックグリドルソーセージのセット。はあ、とんでもなくいい景色。こんなに贅沢していいのでしょうか。最高の贅沢時間です。しばらくすると、遠くの空にトンビの大群が。まさか、朝食が狙われている。怖い怖い。いつの間にか囲まれていたようです。屋根付きのベンチを選んでおいて正解
でした。鳥たちのにぎやかな鳴き声と鋭い視線を感じながら、なんとか無事に朝食終了です。再び車に乗り込み、次は城山展望台を目指します。なんとも可愛らしいものが。カモメのモニュメントが載った看板。先ほどまで散々トンビに脅されていたので、このタイミングでの癒し成分、ありがたいです。立派な鹿児島城の御楼門を横目に進みます。城跡の裏手をくねくねと登っていく道の途中、西郷隆盛が指揮を執ったとされる西郷洞窟が見えてきます。歴史の舞台がそこかしこに佐守川薩摩の地です。自然豊かな道を抜け、城山展望台の駐車場に到着。歩いて展望台へと向かいます。木々の枝の向こうに街並みが見え隠れしています。気持ちが抑えきれず、そっと覗き込んでみると、これはすごい絶景。展望台に到着し、改めて見下ろしてみます。絶景。桜島と海、街並みが視界いっぱいに広がります。さっきまでいた鹿児島水族館。全部丸見えですね。鹿児島の絶景をたっぷり堪能。早くも旅は最終日。本日1軒目に向かう温泉は鹿児島市内にあるゆるりの湯。市街地からだんだんと自然豊かな道へ。ここは鹿児島市と薩摩川内市の市境、入来峠にある八重山エリアに位置します。桜島を眼下に望み、甲突川の源も流れる豊かな自然に囲まれたエリアです。本日最初の目的地、ゆるりの湯に到着。ゆるりの湯には、趣の異なる8種類の個性豊かな家族風呂が揃っています。ドキドキ、ワクワクですね。八重山公園のすぐそば、山の自然の中に佇む温泉施設です。鹿児島市で一番星が近い温泉とも言われています。受付を済ませ、事前にネットで予約したお部屋の札を受け取りました。今回は羽釜のお部屋へ。羽釜といえば昔ながらのあの丸いお釜。まさにそれが浴槽になっているという、なんとも珍しいお部屋です。入りましょう。切り株の丸い種がなんとも可愛らしいです。木のぬくもりに包まれたエアコン完備の落ち着いた脱衣スペース。洗面台周りはこんな感じ。そして浴室へ。圧倒的な存在感の
丸い鉄釜の浴槽。もうもうと湯気が立ち込めています。ドーン。開放感のある窓の外には緑の木々が広がっています。とっても気持ちの良いお部屋ですね。改めまして、こんにちは。パンダクッキングです。旅の最終日、こちらは鹿児島市郡山町にあるゆるりの湯にお邪魔しております。南九州温泉旅シリーズ第7弾です。なんとも珍しいお釜の浴槽。今日は贅沢に独り占めです。それでは本日も気合を入れてやっていくぞ。泉質はアルカリ性単純温泉 pH9.9 というトロトロシュベシュベの美肌の湯です。ふう。源泉かけ流し水温 41.5 度の天然温泉。鉄釜の中に身を沈めると柔らかなお湯がしゅるりと肌になじんでいきます。pH9.9 のアルカリ性のお湯が肌の角質を優しく溶かしていく感覚。半露天から差し込む光と木々の緑が心を解きほぐしてくれます。今回も POV 形式にてパンダクッキング目線をお届け。大きな鉄釜から見上げる空と木々、なんとも贅沢な眺めです。これは地獄の釜ならぬ至福の釜ですね。寝室には疲労回復、神経痛、筋肉痛、冷え性など幅広い効能があるとのことです。最高。
体も温まってきたのでクールタイムいただきます。ゆるりの湯の名前の通り、思わずゆるりとしてしまうお湯です。この釜の浴槽の形が体を優しく包み込んで不思議と落ち着きます。湯上がりは肌がしっとりチュルチュル。誰にも邪魔されずゆったり休めました。八重山の自然の中で過ごす贅沢な湯時間でした。こちらの施設は気軽なオンライン予約にも対応しています。空きがあれば他のユニークな浴室も選べるので、気になった方はぜひ調べてみてください。さてさて、こちらの施設も十分堪能したところで、次の目的地へと向かう準備を進めます。パンダクッキングの旅はまだまだ終わりません。パンダ探検隊、引き続き次のスポットへ出動します。ゆるりの湯を贅沢に堪能。そして旅の最終日2軒目に向かうのは、昨日駐車場にすら入れず悔しい思いをしたカレイ川の湯です。今日は平日で時刻は昼過ぎ13時、21時の飛行機まで時間はたっぷりと残っています。何時間でも待ち覚悟で向かいます。とはいえ、どうか空いていますように。道中は自然豊かな道のり、落石防止の副道や補修された岸壁を目にする旅、それだけ豪雨や災害の多い地域なのだと思い知らされます。茶畑の広がるのどかな田園風景のそばには鹿児島空港が、多くの茶畑を有するいかにも鹿児島らしい風景です。ここは霧島のふもと、隼人町カレー川、南九州温泉旅のフィナーレを飾る最後の温泉が近づいてまいりました。どうかお部屋が空いていますように。本日2軒目の温泉、
カレー川の湯に到着しました。すんなりと入ることができました。今回は平日にリベンジ。なんと待ち客なし。タイミングよくカワセミのお部屋が空いていました。やった、リベンジ大成功です。椿の花が出迎えてくれる趣ある和風の建物。フロント横には雑貨コーナー。たくさんの読み物もあり、ソファーではお風呂上がりにほてった体を休めることもできます。受付で渡されたこちらの札、カワセミのイラストが可愛らしい。全18室、すべてが貸し切り専用の家族風呂。その中でもカワセミは内風呂2床に露天風呂、さらに専用テラスまで備えた贅沢な作りです。それではお部屋へと入っていきます。木のぬくもりに包まれたエアコン完備の休憩スペース。畳敷きで横になってゆったり休むこともできますね。ドライヤー完備でタオル等はレンタルか持っていく必要があります。受付時、札とともに渡されたカゴにはアメニティ、松山油脂の M マークシリーズとバー油のシャンプー&ボディーソープ。こちらはおトイレ。そして気になる浴室へ。広い。ここだけでちょっとした銭湯くらいの広さ。向かって左が水風呂、右が源泉のお湯。そして奥にあるのが露天風呂です。これは岩のオレンジ色に思わず息を飲みます。長い年月をかけて温泉成分が染み込んだ証。これだけでお湯のポテンシャルが伝わってきます。そしてもう一つのお楽しみ。階段を降りれば開放感あふれる専用テラス。天森川の流れと霧島の山並み。これは独り占めしていいんですか？お一人様にはもったいないほどの開放感です。景色を丸ごと独り占め。改めましてこんにちは。パンダクッキングです。本日2軒目、こちらは霧島市隼人町カレー川にありますカレー川の湯にお邪魔しております。南九州温泉旅もついに最終日。シリーズの締めくくりにふさわしい最高のお部屋にたどり着きました。すでに広いお風呂とこのテラス、お部屋の充実ぶりに圧倒されています。それでは本日も気合を入れてやっていくぞ。
それでは内風呂から入っていきましょう。泉質はナトリウム炭酸水素塩性 D 調子中性高温性に分類される源泉かけ流しのお湯です。茶褐色のお湯がすべてを包み込んでくれる感じ。底が見えないほどの濁り湯。美肌の指標とされるメタケイ酸を 192mg 含有。通常の基準のおよそ2倍という贅沢な美肌成分量です。これはたまらない。今まで入ってきたお湯とは明らかに違う泉質。肌に触れた瞬間、お湯のとろみがしっかりと伝わってきます。湯船から見えるこの景色、たまらないですね。最高です。源泉は熱めなので、お水による温度調整も自由自在。これが家族風呂ならではの自由さですね。熱々に温まってきたので、水風呂にて一旦クールダウン。冷却完了。整う。内風呂、十分満喫できました。そろそろ露天風呂に移動していきましょう。ここからの眺めもまた格別。天森川のせせらぎを BGM にして、風の匂い、水の音、木々のざわめき、五感のすべてがお湯と一緒にほどけていきます。こちらでも POV 映像をお届け。目の前に広がる青空と山々の景色、たまらんです。こちらはご覧の通り、ゆったりと体を伸ばせる絶妙な広さの岩風呂です。贅沢な時間だ。それでは体も十分温まったところで、お楽しみのテラスで一休み。湯上がりのほてった体に川風が心地よく当たります。
服以外の言葉が見当たりません。POV 以上。今回は1時間半のプランで入りましたが、居心地が良すぎて90分という時間があっという間に感じます。一生ここに居座りたいくらい。最後にもう一風呂誓っておきますか。こちらのお部屋、土日利用であれば通常は1室90分3800円ですが、平日限定1人利用のプランを使うと、なんと2200円。1人でも気軽に楽しめる嬉しい価格設定です。土日の場合は事前予約不可。平日であれば当日電話予約可能とのことです。土日は競争率はかなり高めですが、タイミングが合えば最高のご褒美時間になること間違いなし。気になった方はぜひ調べてみてください。そして南九州温泉旅での温泉巡りはこの場所にて終了。長い動画となってしまいましたが、ここまでお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。とはいえ、家に帰るまでが旅行。パンダクッキングの旅、あともう少しだけ続きます。しばしお付き合いください。広々としたテラスに驚くほど大きな貸し切り風呂。南九州温泉旅、これにて大満足のうちにすべての温泉巡りが終了です。気づけば飛行機の時間までまだ少し余裕が。レンタカーを返却する前に空港近くのジムで体を動かしておきましょう。この4日間運転で座りっぱなし。ご当地グルメを食べてばかりでしたからね。小1時間しっかりと汗を流してシャワーも浴びてすっきり爽快。レンタカーの返却を済ませて空港へ。出発前に空港の食事処で最後の腹ごしらえ。旅の締めくくりはやっぱり鹿児島グルメで、こちらの大空食堂に入店。注文したのは京阪のバイキング。白ご飯に具材をのせ、熱々の鶏のスープをたっぷりと。まるでお茶漬けのようにシャラシャラと何杯でもいけてしまいます。自分で好きなように盛り付けるバイキングスタイルです。これで950円とは恐るべし。ここはコスパ抜群で本当におすすめです。保安検査を済ませ、搭乗口へ。出発ロビーの片隅に畳敷きのスペースを発見。誰もいなかったので靴を脱いで最後にのびのびと体を休めました。あとは飛行機に乗って帰るだけ。3泊4日で8つの家族風呂を巡った南九州温泉旅。名湯の数々はもちろん、雄大な桜島や開門岳、そしてその土地に根付く温泉文化。その一つ一つが忘れられない思い出になりました。知れば知るほど
また訪れたくなる、そんな奥深い魅力にあふれた土地でした。旅が終わると日常が少し違って見える、そんな不思議な余韻がまだ残っています。温泉に浸かりながら流れていった時間はどこかいつもよりゆっくりでした。南九州、本当にありがとう。そして皆様も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。次回も気になるスポットやものを求めてパンダクッキングが出動します。よろしければチャンネル登録とコメント、いいねもぜひ。それではまた次の探検でお会いしましょう。